どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画が公開される日が僕がちょうど台湾に旅行行ってる日だと思うんですけども、今日はそんな旅行に役立つガジェットを厳選して紹介してみたいなと思います。旅行に行くってなるとどうしてもね、あれもあった方がいいかもとかね、これも持ってかないと不安ってなってしまって、どんどん荷物が増えがちなんですよね。僕も今までね、結構ね持って行っちゃったりしていたんですけど、実際はねほとんど使わないものとかもね多かったんで、今回は本当に必要なだけのガジェットをまとめて紹介してみようと思います。台湾とか国内旅行とか比較的近場の旅行であればね、今日紹介するものだけで十分だと思いますので、快適に過ごすために持っておくと便利なガジェットを厳選して紹介していきますので、よかったら参考にしていただけたらと思います。では早速行ってみましょう。まずはモバイルバッテリーとか充電器から紹介していきましょう。今までもね結構いろいろ持って行って試してみたんですけど、結局これだけで十分かなと思ってます。まずモバイルバッテリーはこちらですね。アンカーのナノパワーバンクというモバイルバッテリーです。もう持ち運ぶバッテリーはねこれだけでいいんじゃないかなと思ってます。これはここを押し上げると USB-C のプラグが出てくるんですけど、これを iPhone の iPhone 15 Pro Max ですね、この USB-C ポートにこうやって挿して、これでも充電できるというものになってます。はい、充電できてますね。これこんなにコンパクトで軽量なのに 5000mAh 容量があるので、こう iPhone 15 Pro Max とかだったら1回フル充電ねできます。僕前回の台湾旅行の時とかもこの15 Pro Max で一日中撮影とかもして、動画撮影とかもして、地図アプリとか動画を見たりなんかもして、結構ね通信もしたりしながら使っていたんですけど、帰り際ホテルに戻る時にバッテリーがギリギリ持たないかもぐらいだったので、これすらもねほとんど出番がなかったです。なのでモバイルバッテリー外出時に持ってかないと不安って言って2万ミリアンペアとか持ってったりする方もいるかもしれないですし、僕もね以前そういうのを不安で持ってったこともあったんですけど、今の iPhone だったらねもうこれだけで全然事足りちゃいますね。少なくともこの15 Pro Max であれば台湾旅行行った時1日フルで使いまくってもこのねモバイルバッテリー一つあれば十分だなって感じました。これ USB-C ポートにこう直接挿すタイプなので、マグセーフとかでもないので 22.5W で充電できるんですよ。なのでね割とすぐに充電できちゃいます。そんな感じなんでね、持っていくというか外出時に持ち運ぶバッテリーはもうこれだけでいいと思います。何よりこのコンパクトなのがいいですよね。そんな手のひらに隠れちゃうぐらいちっちゃい、こういったモバイルバッテリーです。ただよく言われるのはこの挿して直接使うっていうのと、あとここのところに接点があるのでこう折れちゃったりしないのかみたいに言う方もいるんですけど、いや全然そんな心配なさそうですね。折れる気全然しないです。よっぽどこれでガーンとか落としたりとか、ここを思いっきりぶつけたりとかしたらそれはね壊れるかもしれないんですけど、それはこれに限らず破損したり壊れたりするんじゃないかなと思うので、いずれにしてもモバイルバッテリー大事に使いましょうって感じだと思います。あとこれいいのがパススルー充電ができるので、こう iPhone に挿した状態でここに USB-C のポートここにもついてるんですけど、ここに USB-C ケーブルを挿して充電すれば iPhone にもナノパワーバンクにも両方ねパススルーで充電することができます。なのでそういった点でもめちゃくちゃ使いやすいと思います。はい、そういったわけでモバイルバッテリーはまずこちらのアンカーのナノパワーバンクですね。はい、これだけでモバイルバッテリーはこんな感じで、あとは充電器周りですね。充電プラグはこちらをいつも持っていっています。こちらもアンカーのプライムウォールチャージャー 100W のタイプです。これウォールチャージャーという名前の通り、ここにこうプラグが隠されてるんですけど、ホテルの壁のコンセントに差し込んで使っても落ちにくいという設計になっています。ホテルのコンセントって大勢の方がやっぱり使ってるので、ゆるゆるな時とかもあって、充電器こう挿しておいたのに翌朝これが抜け落ちちゃって全く全部充電されていないとかねあるんですけども、これであれば安心です。絶妙にこう落ちにくいバランスでウェイトをかけるような作り多分なってるってことだと思うんですけど、確かに落ちたこと全然ないですね。こちら USB-A が1つと USB-C が2つの計3つのポートがついていて、それで 100W なのでホテルに帰って休憩する時とか寝る前とかに最大3つのデバイスをまとめて充電できるので、3つねいっぺんに充電できればねもうこれだけでいいと思うんですよね。しかもこれもねコンパクトですよね。これ折りたたんだら収納する時も邪魔にならない、携帯性に優れた充電器になってます。なので僕はだいたい旅行行く時はこちらだけ持ってってますね。これもね非常に心強いです。でこれに挿して使う充電ケーブルなんですけど、充電ケーブルはこちらです。こちらも同じアンカーですが、おなじみのパワーライン3フローですね。USB-C、USB-C の
ケーブルになってます。絡みにくいケーブルってやつですね。ケーブルがシリコン製なので、バッグやポーチの中でも絡みにくいケーブルです。こんな感じで絡むことなくすぐにね、ほぐれます。僕は旅行に行くときはね、このちょっと長いですよね。これ 1.8 メートルあるんですけど、1.8 メートルのケーブルを持っていきます。ホテルに帰って iPhone を充電しつつ、ベッドとかソファーでくつろぎたい時とかってあると思うんですけど、ホテルってコンセントからベッドまでとかね、ソファーまで結構遠い時ありません？めちゃくちゃ遠くにコンセントがあるとか結構あると思うんですけど、そんな時もこれであれば 1.8 メートルあるので、ある程度離れていても充電しながら iPhone を使うことができます。なのでホテルで使うならね、やっぱりこの 1.8 メートルぐらいあればいいですね。これ絡まないケーブルはあと 0.9 メートル90センチのタイプもあるんですけど、90センチの方は外出時にモバイルバッテリーとつないだりして使うという点ではいいと思うんですけど、やっぱホテルで使うにはねちょっと短いかなと思うのと、さっき言った通りモバイルで使うバッテリーはね、もうこの直接 USB-C にこれ挿せるタイプなので、これがあればいいって考えると 0.9 メートルの方すらも持っていかなくていいんじゃないかなと思います。そうだ、さっきちょっと言い忘れたけど、これ USB-C って言いましたけど、これ USB-C じゃなくてライトニングのタイプもあります。14以前を使ってる方はライトニングの方を選んでください。僕は15 Pro Max なのでこちらの USB-C 使ってます。さっき言い忘れた。そんな感じで充電ケーブルはね、こちらですね。パワーライン3フロー USB-C、USB-C の 1.8 メートル。こちらを持っていきます。あと、先ほどの充電器に挿して使うのがこちらですね。これはアンカーのポータブルマグネティックチャージャーというものです。これは Apple Watch の充電器ですね。こうキャップ外すと、キャップ最初こういう風についてるんですけど、このキャップを外すと、またここにね、USB-C の端子が出てきまして、これを先ほどの充電器とか、こういったところにこう挿して、でここに Apple Watch をこういう風に乗せて急速充電することができちゃいます。Apple Watch 純正のケーブル付きの充電器よりこんな感じでね、かなりコンパクトなので荷物としてねかさばらないっていうのもね嬉しいんですよね。さらにこれは Apple Watch だけじゃなくて、こういう AirPods Pro とかこういったものも載せて充電することもできるので、 AirPods ってね未だにライトニングなんですけど、ライトニングのケーブルを持ち歩く必要もなくなります。ポータブルマグネティックチャージャー、これもね非常に使い勝手いいですね。はい、そんな感じでモバイルバッテリーとか充電器はもうこれだけですね。あと旅行で必要なガジェットといったらこちらですね。アンカーの Eufy セキュリティスマートトラックカードです。ちょっとアンカー製品が続きますが、こちらはねこんなカード型で厚さ 2.4mm のカードタイプのスマートトラッカーです。なくし物とか落とし物とかね、そういったものを防ぐものですね。もう海外旅行で財布を落としたりバッグを置き忘れたりしたら最悪なので、僕はこのね、これも無印良品のトラベルウォレットですけども、この中にこのカードをこういう風に入れて、でこれで携帯するようにしています。そうだ、この無印良品のトラベルウォレットとか、こう無印の旅行グッズをねまとめた動画なんかも出してるので、気になる方はねちょっとそちらの動画もこの辺概要欄とかこの辺にリンク出しておきますので、よかったら見てください。はい、こんな感じで僕はね必ず財布の中にスマートトラックカードを入れて持ち歩いています。こうすることで、もしこれを落としてしまった時とかも、これ iPhone の探すアプリにも対応しているので、もしこのカードを入れた財布なんかを旅先で落としてしまっても、世界中の iPhone の端末のネットワークによって今どこにあるのかっていうのを位置情報を探すことができます。その探すアプリから確認することができます。さらにこれは置き忘れ防止機能もついているので、例えば財布を店の椅子とかにこういったところに置きっぱなしにしたまま店を出てしまって、しばらく歩いていくと財布が手元から離れましたよっていうねアラートがスマホに iPhone の方に飛んできます。そんな感じでうっかり置き忘れたなんていうこともね防げます。そんなスマートトラックカード、こちらはね僕は必ず財布の中に入れていますね。でこちらはカードタイプのものになっていて、これと同じ機能のものでタグタイプのものがあります。はい、こちらも同じくねアンカーのものですけども、 Eufy セキュリティスマートトラックリンクというちっちゃいタグですね。こういったものもあります。これは僕はねバックパックの中に直接入れています。これも iPhone の探すアプリから場所特定ができるので、トイレとか電車の網棚とかにこれを置いてしまったとしても安心です。置き忘れないのが一番なので気をつけた方がいいんですけども、万が一の時はねこういったものが救ってくれるかもしれません。これね穴も開いてるので、ここにキーホルダーとか通して、どっかもっとね大事なカメラとかでもいいんですけど、そういったところにぶら下げておいてもいいかもしれないですね。はい、セキュリティ系はこの2つですね。こういったものも持っておくと旅先では安心だと思います。であとは身だしなみ系のガジェットもちょっと紹介しましょうかね。まず1つ目はこちらです。開けないと分かんないんで、こ
このケースも可愛いコロンとしたケースに入ってるんですけど、はい、こちらですね、シェーバーです。パナソニックのラムダッシュパームインですね。パームインということで手のひらに収まるぐらい小さなシェーバーです。これ以前買ってよかったものでも紹介していますが、蓋を取るとこんな感じで5枚刃になってます。こんな感じで非常にコンパクトなのに反り味抜群のシェーバーです。これ僕普段使いもしていますが、旅行の時こそねやっぱり進化を発揮しますね。でこれ特徴としてね、やっぱ持ち手がないんですよね。普通のシェーバーここに持ち手があってこれでこう反るんですけど、持ち手がないので非常にコンパクトなんですね。持ち手がないので持ちにくいんじゃないかなと思う方もいるかもしれないんですが、むしろこれ肌に近いところで持てるので直感的にね髭を剃れてる感じがするんですよね。指とか指先でなぞってるように髭を剃ることができる。持ち手がないことがねむしろプラスになってるというね、そういったシェーバーです。で5枚刃の電動シェーバーなのでしっかりね髭を剃ることができます。シェーバーはホテルのアメニティとかにもありますけども、ああいうのはねやっぱりどうしても反り味が良くないですし、肌を傷つけちゃったり切っちゃったりすることもあると思うので、シェーバーはねこういったものあるといいと思いますね。これは割と最近買ったので今回旅に持ってくの初めてなんですけど、大活躍すると思います。はい、こちらのラムダッシュパームインで、あとは歯ブラシですね。歯ブラシはこちらソニックケアの9900プレステージというのは僕は使っています。こちら案件で以前いただいたものなんでちょっとね実は高いんですよね。6万円ぐらいするんですね。するんですけども、これじゃなくてもいいと思います。これじゃなくてもいいと思うんですが、電動歯ブラシやっぱり持っていくといいと思います。歯ブラシも大体アメニティの中にね含まれてると思うんですけど、ああいったホテルの歯ブラシってブラシが硬かったり磨きにくい形状だったりするので、普段から使ってる歯ブラシを持っていくといいんじゃないかなと思います。正直ね電動じゃなくてもいいかなとは思うんですけど、僕台湾旅行だとね本当に何食も外食するんで、もうこれをこう無印のメッシュポーチ、これメッシュポーチこれもいいんですよね。通気性が良くて、これは外さないと入んないですけど、この中にこういう風に入れて、これをバッグの中に入れて持ち歩いて、で食べたら磨くようにしています。1日のうち高頻度で磨くことになるので楽に磨ける電動歯ブラシがいいんですよね。歯を健康に保ちつつ美味しいものを食べ歩くためにはこのね電動歯ブラシおすすめです。このメッシュケース、こちらもさっき言っていた旅行で役立つ無印良品のアイテムを紹介した、前回の台湾旅行の前に動画にしたのがあるんですけど、そちらでまとめて紹介していますので、ガジェット以外の旅行の持ち物が気になる方はねぜひそちらの動画ご覧ください。はい、身だしなみ系のガジェットはこんな感じですかね。あと持っていくガジェットはこれ皆さんも持っていくと思うんですけど一応紹介しておきます。まずはiPhone ですね。iPhone とかスマートフォン、旅先で調べ物をしたり地図アプリを使ったりタクシー呼んだり写真撮ったり、あと僕はねこれで YouTube の動画も撮ったりするので、欠かせないですね。 iPhone 15 Pro Max はこれは必ず持ってきます。あと Apple Watch ですね。僕はちょっと前なんですけど Apple Watch のシリーズ7使ってます。Apple Watch は普通に時計として使うだけじゃなくナビツールとして使うこともできるので、そういった使い方もできるとね非常に便利になってきます。 iPhone のマップアプリで目的地までを経路設定したら Apple Watch にマップが表示されるので、それを見ながらね向かっていけるので、いちいちポケットから iPhone を取り出して地図を確認したりしなくても済みます。はい、そういった意味でもね Apple Watch つけておくと旅先ではねとても役立つと思います。あとこちらですね、 AirPods Pro、 僕は第2世代ですがこちらを持っていっています。これは旅行先で使うのはその Apple Watch をナビツールとして使うときに指示を聞いたりするときメインで使いますね。 AirPods をつけておくとナビ情報が音声で耳に届きますので、この先 50m を右折ですとかそういうのが出てくるので、そういうねナビとして AirPods を使うことが多いです。街中ではねせっかく海外来てるんで街の雰囲気って結構声とか音とか、台湾って結構街中の音、電子音とかも含めて結構特徴的なものが多かったりするので、それを聞くのも台湾旅行行ってる醍醐味だったりするって僕は思ってるので、なのでずっとAirPods をつけて音楽を聴いたりってことはないんですけど、その行き帰りの飛行機の中とか、あとはそういったナビの時とか、ナビの時も外部音収録モードにしておいて外の音が聞こえながらナビも聞ける、そういう感じで使うことが多いですね。AirPods も必ず持っていきます。やっぱりね Apple 製品は海外旅行ではね欠かせないですね。
ここまではもう皆さんにおすすめするガジェットって感じなんですけども、これ以外にもそれぞれの旅の目的に合わせて持っていくガジェットって結構変わってくると思うんですけど、僕は今回ライカで台北の街並みを写真撮影しながら歩くフォトウォークをやろうと思っていて、そのフォトウォークの様子を YouTube の動画にも収めたいと思っているので、それ用の機材もいろいろ持ってきます。なのでここから先は皆さんに当てはまる持ち物ではないんですけど、写真撮影目的で旅行する方とかいらっしゃるんじゃないかなと思うので、こちらもね紹介しておきます。はい、まず今回使うカメラはこちら、ライカの M10R ですね。あとレンズはズミクロン M の 50mmF2、こちらを持っていきます。この組み合わせでね台北を撮っていきたいと思います。今回撮影した写真はインスタにアップする予定もありますし、あと YouTube にはこのフォトウォークの様子を動画にして公開しようと思ってますので、よかったら見てみてください。はい、でメインカメラはもうこれだけ使うんですけども、でこのフォトウォークの様子を撮影するときに使う機材も必要になってくると思うんですけど、それがこちらですね。GoPro Hero 10 Black です。でここにこのね輪っかがついてますけど、これがネックマウントですね。こう外すとこういう風に首にかけられるようになりますので、これをこういう風に首にかけて、こうやって正面を撮りながら街中をねスナップしていくと。なのでそのスナップをする被写体を見つけて撮影するところまで、これも一連が全部 GoPro に収められるといった感じになります。2年前ぐらいですけど、築地とか銀座とか有楽町でこのフォトウォークをする動画も撮ってアップしてるんですけど、その時このセッティングでやってみて思ったのが、やっぱり GoPro のね音声があんまり良くないんですよね。音声があまり綺麗に撮れないので、音声だけちょっと別のちゃんとマイクつけなきゃなと思ったので、今回は音声収録用にこちら持ってきます。DJI マイクですね。はい、こちらの DJI マイク、おなじみのこういうやつですね。これはこうクリップだったりとか、あとマグネットでこうつけることもできるので、これでマグネットでこういう風に服の裏側からくっつけてとか、こういったセッティングで音声収録をしようかなと思ってます。なので GoPro よりはねこうすればかなり綺麗な音で撮れるんじゃないかなって思います。音声はこんな感じで、あと iPhone 15 Pro Max、 これがね動画性能めちゃくちゃ高いので、これで撮影するシーンもね出てくると思うので、こちらを撮影しやすくするためにこちらのスマホグリップ、これも持っていきます。これはですねジャストモバイルというところのシャッターグリップ2というね、こんな感じでグリップして撮影することもできます。であとさらにこれこういう風に引き出すと、これがですね自撮り棒になるんですね。まず中心に持っていって、こうすることで自撮り棒になるので、これで自撮りすることもできるし、正面をこうやって撮ることももちろんできますし、あとこういう風にすると縦にもできるので、逆だな、こういう風に縦にもできるので、前回インスタライブとかした時とかはねこれでインスタライブずっと撮ってましたね。でさらにこれここにねネジ穴がついてるので、このネジ穴にこう三脚を取り付ければ、こういう三脚を取り付けて撮影することもできます。このシャッターグリップ2はねめちゃくちゃ万能なんですよね。もうこれ一つでグリップにもなるし、自撮り棒にもなるし、こう三脚に取り付けることもできます。あと言い忘れた、ここにボタンがあって、これで Bluetooth で写真撮ったりすることもできます。これがねシャッターボタン代わりにすることもできます。めちゃくちゃ万能。こんな感じで三脚に取り付けられるんですけど、この三脚も今回ね持ってこうと思っています。ウランジの MT44 という三脚なんですけど、この前の Amazon のセールで買いましたね。ゴールデンウィークのセールで購入しましたウランジの三脚です。畳んだ状態だとこれ30センチぐらいなんですけども、ぐーんとこうね伸ばすことができて、画面外に出ちゃうな。これ伸ばすと三脚にした時 1.5 メートルぐらいの三脚になるので、見えないですね。これも 1.5 メーターぐらいの高さの三脚になるので、ちょっと高いところで撮影するとか、自分の全身を入れた自撮りをするときとか、そういった時にねこれ役立つと思うんですよね。折りたたんだら30センチとコンパクトなのに、伸ばしたら 1.5 メートルまで伸びるというね、持ち運びやすいし取り回しが良さそうなので、今回はね三脚こちらを持ってこうと思います。あとさっき言いましたが、今回もね iPhone 15 Pro Max で動画撮影するシーンもあると思うんですけど、これね Apple ProRes で撮影することができるんですよね。ミラーレスカメラとかでいうところのログ撮影みたいなやつですね。これで撮影することもできるので、非常に後から色を入れたりするとき綺麗な映像が撮れるんですけど、これで撮影すると本体の容量がすぐにいっぱいになっちゃうので、記録媒体をつけながら撮影する必要があるんですけど、そんな時持っていっているのが、前回も使いましたね、こちらの外付けの SSD ですね。サンディスクの 2TB の SSD です。これをこっちはも紹介
介しましょうか。これはアンカーのパワーライン2 USB-C USB-C の 3.1 ジェネレーション2のケーブルです。Gen 2ってやつですね。これを接続して USB-C 接続してで15 Pro Max の USB-C に差し込むと、こういう風にすると Apple ProRes で録画するときに本体の容量を埋めるんじゃなくて、録画したデータを全部こっちに高速転送してくれるんですよね。こうすることで、こちらだったら 2TB あるんでずっと動画撮影していても基本こっちの方に動画が溜まっていく形になるので、すぐに iPhone の方の容量がいっぱいになっちゃうってこともないです。なのでこの組み合わせもね、絶対必要になってるんですよね。動画にはメモリーカードみたいな扱いになると思います。この外付け SSD と USB-C 3.1 Gen 2のケーブル、こちらもね必須になってきますね。はい、こんな感じで撮影するとなると一気にガジェットが増えちゃうんですけど、今回はね僕は撮影目的があるのでこんな感じで、他の方は持っていかないようなものもいろいろ持っていきます。はい、撮影機材こんな感じで、あと最後これねガジェットじゃないんですけど旅に欠かせないのでね今回も紹介します。ナノバッグですね。これ結構前から僕紹介してますけど、ナノバッグの XXL、2XL ってやつですね。これがですね最近出て使ってるんですけど、これエコバッグなんですよね。ご存知ない方もいるかもしれないので改めて紹介しますと、これエコバッグになっていて、これ広げるとこれぐらいの、ちょっと黒で見づらいな、ごめんなさいね。これぐらいの、結構大きいですよね。これぐらいの容量のエコバッグになります。超軽量でこれね 35g しかないんですよ。で今までも僕ナノバッグずっと使っていて、ナノバッグ単体でレビューとかも出してるんですけど、今まで使っていた XL ってやつでもかなりね満足はしていたんですけど、このナノプラスという新しいラインナップがあって、ここにその XL よりもさらに大きい 2XL が出ていたので、今回はねこちらを持っていきます。 35g の超軽量なのでね、これ30リットル入るんですよね。めちゃくちゃたっぷり入ります。なので、今回もスーパーカルフールとかでねいろいろお土産買おうかなとか思ってるので、お土産を大量に買った時にこれがあると便利なんで、こちらも持っていきます。はい、これもね概要欄にリンクを貼っておきますので、この 2XL 以外のもっとねコンパクトなものとかミニとかもあるので、気になる方はねそちらチェックしてみてください。はい、最後ちょっとガジェットっぽくないですけど、こちらも良かったというかねおすすめしたいなと思ったので紹介してみました。はい、今日は旅行に役立つガジェットを紹介してみました。このチャンネルではこういった旅行に役立つ情報もいろいろ公開していきますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押していただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。